はいどうも、キスケです。今回は最新バージョン、周囲3機、アップデート情報をまとめていこうと思います。新オペレーターのお披露目や性能、新マップや新イベントなど、大量の情報が公開されたんでね、よければ最後まで見てってください。それでは、行きましょう。まずは新オペレーターについて。新バージョンでは2体のオペレーター、ミフとカミーユが追加されます。いやー、来ましたよ、ミフ。どれだけ待ったことか。カミーユは女の子みたいな名前してますよね。ミフは属性が物理、職業は前衛、武器は体験です。なんとミフは戦技で敵を引き寄せることができます。雑魚敵ならがっつりと襲撃できますし、動かない敵ならミフ自身が高速接近できるというめちゃくちゃ便利な戦技です。そしてこの戦技、最大3段の攻撃ができます。1段目は先ほど話した引き寄せ、2段目は管理人に続く猛撃効果を与えます。敵を引き寄せて1箇所にまとめてから2段目の猛撃でダメージを出す、そんなコンセプトっぽいですよね。そして2段目で消費するクラッシュが3段以上の場合、3段目の戦技につながります。3段目はクラッシュを消費しない猛撃タイプのダメージということで、アーツ強度を盛ることでしっかりとダメージを伸ばせるみたいです。この戦技は1段目で大量の SP が変換されて、2段目と3段目は一般的なスキルより SP の消費量が少ないそうなんで、連発しても SP が枯渇する心配はなさそうです。連携技は敵のクラッシュが3になった時に発動可能。物理ダメージを与え、物理脆弱を付与。さらに戦技が2段目からスタートになります。クラッシュ3段階で連携技が発動可能ということは、そのまま戦技の2段目、3段目とつなげることができます。そして必殺技。敵に物理ダメージを与えて強制的に浮遊を付与。さらに戦技が2段目からのスタートになります。必殺技は結構シンプルで、敵にクラッシュを付与してそのまま戦技を連打してダメージを出してねっていう感じですよね。ミフは敵を引き寄せたり、必殺技でクラッシュを付与できたり、戦技を連打して猛撃を発生させたりと、物理アタッカーの鏡みたいな性能をしてます。続いてカミーユ。カミーユは灼熱属性の戦法オペレーターで、武器は長い武器です。霊馬天員を特殊スカウトで引いた人は喜んでいいと思いますよ。カミーユの戦技は敵に灼熱ダメージを与えて灼熱付着を付与。さらに敵に血の翼を付与します。この血の翼がヤバすぎる。血の翼が付与された敵は弱体化と灼熱脆弱を同時に付与されているとみなされ、さらにその敵に連携技を当てると追加ダメージが発生するという戦技一つでとんでもないポテンシャルです。で、これ面白いのが、血の翼が付与された敵が倒されると別の敵に血の翼が飛んでいってまた同じ効果を付与できるんですよね。これやばくない？フィールドに存在できる血の翼は一つだけなんですけど、そのままカミーユの戦技で雑魚敵を倒してしまっても無駄にならないという仕様です。マジで強そう。そして連携技。連携技は敵の灼熱付着が消費または吸収されると発動可能。敵に灼熱ダメージを与えて SP を回復します。この消費というのは灼熱から感電に変換したりとか、あと霊馬天員の通常攻撃で豪華に変換しても条件を満たせます。なのでカミーユの戦技で灼熱付着、霊馬天員で豪華に変換、カミーユの連携技で SP 回復みたいなめちゃくちゃ強い動きが可能です。最後に必殺技。必殺技を発動すると広範囲の敵に灼熱ダメージを与え灼熱付着を付与、さらに SP を回復します。そして必殺技を発動後、カミーユの戦技が強化されます。この強化された戦技は
SP を消費せずに打てるみたいで、さらに SP も回復できるんですよ。さらにチームにリンク状態も付与できるという、ちょっととんでも性能です。やりすぎ感のある性能ですが、今見た感じだとレーバテインとかロッシュとか、この辺が超絶強化されるんじゃないかなと思ってます。そしてこの2人のオペレーター実装に伴い、それぞれのモチーフ武器が実装されます。ミフは体験の赤鋭、気質も出てます。筋力、攻撃力アップ、抗議です。カミーユは長い武器のカーマインベール、気質が敏捷、灼熱ダメージアップ、流快です。引くつもりの人は今のうちに気質厳選を済ましておきましょう。さらにそれぞれのスカウト開催時には最大5連分のスカウトチケットがもらえるスタンプも開催されます。もう毎回やってるもんなんでおなじみですよね。こっからは新バージョンで実装されるコンテンツやイベントについて。まずは映像の記念碑の更新、いつもの常設イベントですよね。ノーマルモードとハードモードに分かれていて、クリアすると報酬を獲得できます。次、新たな常設コンテンツ、先見演武。これはリスクとリターンが共存する戦闘コンテンツです。ランダムなカードを引いていき、引けば引くほど敵の種類や難易度が上昇していくという形です。普段は交わらない4号ヤチと武領の敵がぐっちゃぐちゃに混ざり合って、普段とは違う雰囲気で戦闘を楽しめます。しかも面白いのが、このコンテンツでは戦闘設備を設置することができるみたいなんですよ。気質源泉がしっかりとしたコンテンツになったみたいな感覚でしょうかね。次、カーリーの武領絵本。4号ヤチでも同じイベントがありましたが、マップにある撮影スポットで写真を撮ってカーリーの絵本完成を手伝ってあげる、ほっこりとしたイベントです。そして皆さんお待ちかね、機器契約が次のバージョンで来ます。来てしまいます。絶望です。仕様としてはプレイヤー自身で難易度を調整できるということ。動画内で確認できたのは、回避ができなくなるとか、アーツ付着が5秒に1回しかできなくなるルールとか、操作オペレーターを変更できないようになるとか、様々でしたね。これは最高難易度がとんでもないことになりそうです。普段あまり使わないようなオペレーター、例えばアルデリアとかエンバーとか、その辺が活躍したりとか、めちゃくちゃ楽しそうで苦しいですね。機器契約の開催期間中はプロフィールに最高スコアが記録されるみたいなんでね、腕の見せ所です。続いて物語イベント。ミフがメインの心移す一件。ミフと一緒に3人の師匠との復讐戦に挑めます。そしてカミーユの物語イベント、死の舞踏。カミーユと一緒に血塗られた事件を解決することになります。続いて通行証の更新。今回の通行証で追加される武器は体験のファントムペイン、長い武器の灯火の使命です。今までの流れを見る感じだとミフとカミーユの代用武器になると思います。気質も公開されてるんで、モチーフ武器は引くつもりないよみたいな人は厳選しておきましょう。こっからは改善点について。まず装備の一括加工が実装されます。今まで一つずつ強化していて少し面倒だったんですけど、一括で強化できるようになってこれは嬉しい。もちろん加工が早く成功した場合は使用した装備や強化剤が返ってきます。次に気質源泉の改善。3つの効果が合致する武器をあらかじめ指定しておいて、合致した季節が出るとグッドマークのアイコンがつくようになります。これもめちゃくちゃ便利。一目で分かってその場でロックをかけれますから、間違って強化に使っちゃったみたいな事故を防げます。そして地域建設システムの改善。地域建設の管理画面に業務一覧というのが追加されて、そこから商品取引、保管ボックス、
環境観察などのシステム情報が一目でわかるようになります。レベルの上げ損ないとか、そっから商品を取引したりとか、そういうこともできるようになるみたいなんで便利です。次に工業に関する改善。まず大型化学反応炉の生産停止対策。僕は一度汚水が溜まって工業が完全に停止するという地獄を見たんですが、今後は素材が詰まると直ちに保管スペースを空っぽにし、生産停止を未然に防ぐことができます。これはプレイヤーがオンオフを切り替えられますからありがたいですね。そして大規模な停電を対策するため予備電源機能が追加されます。オンライン中に停電が起こると予備電源が自動的に起動し、一時的に電力を供給できるようになるという機能です。ただこの予備電源は無限ではないので、一種のクッションとして考えるのが良さそうです。次にデイリークエストの改善。新規クエストが追加されたり、クリア難易度の低下、獲得できる活躍度の上昇など至り尽くせりです。今まで僕はデイリーに不満を感じたことはないんですけど、楽になるならそれに越したことはないかなと思います。そして最後、新バージョンの先取り情報ということで、新マップや新オペレーターがお披露目されました。なんと新オペレーターはアイドルみたいです。めちゃくちゃビジュアルいいよね。エンドフィールドの世界にもアイドルっているんですね。これはどれだけオロベリルがあっても足りません。いかがだったでしょうか。今回は新バージョン周囲3期先行予告番組の情報まとめでした。盛りだくさんでしたね。追加されるオペレーターミフとカミーユはどちらも強そうですし、ビジュアルも最高。改善点も膨大で、ついに危機契約が実装されるという、もう脳みそが追いつかないですよ。皆さんはミフやカミーユは引きますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。